蚊取り線香は人間には効かないの？網戸で害虫をシャットアウトしてしまった冷暖房完備の家では、蚊取り線香や蚊帳は過去の遺物でしょうが、それでも夏になると蚊取り線香の匂いは懐かしいものです。そこはかとなく郷愁を誘ってくれますよね。だからでしょうが、夏に田舎へ里帰りをすると早速縁側に線香をつけて匂いを嗅いでしまいます。そこで気になるのが、蚊を撃退するためのこの煙、人体に害はないんでしょうか？蚊取り線香の煙には除虫菊から抽出されたピレストロイドという殺虫成分が含まれているんですが、これは人体にはほとんど害はないとされているようです。蓄積されることもありません。実際これまで日本人は夏になると蚊取り線香を焚いてきたわけですが、中毒となったという例は皆無だそうです。ただ昔の日本家屋は夏ともなれば素通し当然ですから、換気は極めて良好でした。しかし今のようにマンションのような密封された空間では、タバコの煙でも息苦しくなってしまいます。蚊取り線香をお使いの際は、風情を感じながら風通しのいい場所で使いましょう。血液型で頭のハゲ方に差が出る？ハゲの悩みはハゲたものにしかわからないと言った人がいましたが、ハゲた人にもあまり知られていないのが血液型とハゲ方との関係です。医学的な根拠は解明されていないものの、血液型によってハゲ方にもある傾向が見られるんです。日本人に一番多い A 型の人は、一言で言えば中途半端なハゲ方です。耳の近くや襟足近くの毛はあまり抜けません。全体的に産毛が残ることもあります。完璧なハゲ、いわゆるつるっぱげになるのは O 型の人に多いとか。ハゲ始めたら最後の一本まですっかり抜けてしまう恐れがあるので、O 型の人はご覚悟をしてください。少しだけ毛が残るのは B 型の人です。てっぺんに数本生え残るようです。一番ハゲる確率の低いのが AB 型です。ツルツルになることが他の血液型に比べて少ないそうです。とはいえ、以上は一つの傾向に過ぎません。ハゲというのは血液型によって起こるのではなく、男性ホルモンの過剰や肉の食べ過ぎが一因になることはご存知の通りです。AB 型だからといってハゲないとは限りませんし、O 型だからといって気に病む必要もありません。そもそもハゲたところでこれをチャームポイントにしてしまえば何の問題もございません。ハゲハゲと連発して申し訳ございません。朝型人間、夜型人間は体の仕組みが違う。早起きは三文の徳と言いますが、午前中は頭の回転が鈍く、
午後から夕方にかけてでないとなかなか仕事がはかどらない、気分が乗らないという夜型の人もいます。こういう人は夜更かしをしがちで、朝起きるのは大の苦手なんです。逆に午前中の方が調子がいい朝型の人は比較的早く寝て早く起きています。同じ人でも学生時代は夜型だったのに会社に入ったら朝型になったということもあり、生活環境によってどちらにも対応しているようです。では体のどういう仕組みが変化して朝型や夜型になるんでしょう。これには体温が関係しています。体温は昼間活動しているときは上がり続け、眠りにつく数時間前に最高になります。体温が下降に向かうと眠くなり、睡眠中はなおも下がり続けます。そして目覚める数時間前に最低になり、また上昇に向かいます。朝型の人と夜型の人では体温が最高になる時間がずれています。夜型の人は朝型の人より数時間遅れでピークを迎えるため、生活のリズムがその分だけ遅れを取ることになります。しかしこのリズムは確定したものではなく、努力次第でどうにでもずらせるものです。ですから僕は夜型だから午前中は仕事が乗らなくてなんていうのは本当は言い訳にもならないんです。長距離ランナーが長距離に転向して活躍することは可能なのか。短距離ランナーと長距離ランナーは能力も体つきもまるで違っています。同じ走る競技なのにどうしてこうも違うのでしょうか。理由は筋肉にあります。運動能力を決定する筋肉には速筋と遅筋の2種類があります。速筋は収縮速度の速い瞬発力を発揮するもの。遅筋は収縮速度が遅いけれども持久力に優れた性質を持ちます。この2つの筋肉の割合が短距離向きか長距離向きかの能力を決め、体格を作ります。スピード競技の能力に関係するのは速筋で、これが多い人はそれだけ速く走れ、遅筋が多い人は長距離が得意というわけです。ところで問題はこの2つの筋肉の割合です。これは生まれつき決まっていて、どんなにトレーニングしようと変えることはできません。言い換えれば、短距離向きか長距離向きかの能力の違いは天分であるということです。生まれ持ったものなんですね。特に瞬発力が要求される短距離ランナーにとっては、速筋がどれだけあるかは重要な問題です。少なければどんなに頑張ってトレーニングしても限界点に来れば記録がストップしてしまうからなんです。これまでに名選手と言われた長距離ランナーが短距離に転向した例がほとんど見られないのはこのためなんです。もう一つ、速筋と遅筋には大きな違いがあります。それは速筋の繊維質は老化が早くすぐに衰えてしまうのに対して、遅筋の方は長持ちするということです。いくら練習をし経験を積んでも、一度老化した速筋は動いてはくれません。極限に挑戦する短距離ランナーにとっては
ちょっとした筋肉の衰えも致命傷で、それが始まると急速に下降線をたどっていきます。だから30歳で100メートル走の世界新記録を出したカール・ルイスは別格として、短距離走者はみんな若いわけなんです。しかし面白いことに、この衰えた速筋はトレーニング次第では遅筋に変えることが可能なんです。これは瞬発力を必要とする年齢を超えると、体の方が今度は持続力を補強するように方向転換するためなんでしょう。短距離の選手だった人が努力して長距離に転向し、息の長い活躍をすることは可能です。朝と夜では身長が2センチも違っている。人間の体は1日のうちに伸び縮みしていることをご存知でしょうか。朝起きた時が最も背が高く、夜寝る時に比べ小学生で約 1.3 センチ、大学生では約 1.8 センチの違いが生じることが分かっています。なぜこんなことが起きるのでしょう。原因は昼間の姿勢にあります。つまり背骨には首、胸、腰などが接続されていますが、昼間立ったり座ったりしているときは、それらの重量が背骨に直接かかるために、その重さで背骨が縮まってしまうわけです。と言っても、背骨そのものが縮むわけではありません。背骨、脊髄は人間の場合は32から34個ですが、たくさんの椎体、円筒状の骨が重なって構成されています。これらの椎体の間には椎間軟骨という弾力性のある軟骨が挟まっていまして、これがクッションの役割をして背骨が柔軟に動けるようになっています。と同時に背骨にかかる荷重を吸収する役割も持っています。これが長時間の荷重のために次第に弾力性を失ってしぼみ、そのために昼は身長が縮んでしまいます。しかしそれも寝ている間、横になっているうちに回復し、翌朝は元通りの身長になっているということなんです。悔し涙と嬉し涙では味が違います。涙の成分を分析すると、塩素とナトリウムが多く、あとはタンパク質、糖質、カルシウム、カリウムといったところ。もちろん水分が主体であることは言うまでもありません。私たちは泣かなくても塵や埃から眼球を守るために1日 0.6cc の涙を分泌しています。泣くときには交感神経か副交感神経が刺激を受けて涙を出せとの命令が下されます。ところでこの2つの神経、文字通り感情に大きく関わるものなんですが、それぞれ働きを分担しています。平静時と怒っているときは交感神経が、嬉しいときと悲しいときには副交感神経が働いています。違いはもう一つ。交感神経が働いた時の涙は
カリウムイオンと水分が少なく、副交感神経が働いた時にはこれらが多くなります。つまり交感神経による怒りの涙、悔し涙は水分が少ないから味が濃く、塩辛さも濃い。かたや副交感神経による悲しみの涙や嬉し涙は薄味というわけです。さらに悲し涙と嬉し涙でも副交感神経の働き次第で味にも差が出ます。涙はいつもしょっぱいと思っていたのに、濃い口と薄口があったというわけなんです。身近に咲いている雑草のお花のご紹介をしたいと思います。まずは立ち犬のふぐりです。立ち犬のふぐりのふぐりとは陰嚢です。金玉です。立ち犬のふぐりと申しまして、立っている犬の金玉という意味です。見た目は可愛らしいです。覚えておいてください。続きましては大犬のふぐりです。ふぐりは陰嚢です。金玉です。大犬のふぐり、その名の通り大きな犬の金玉です。今映像に流れているのがそうです。これ2つよく覚えておいてくださいまし。立ち犬のふぐりはオオバコ科クワガタソウ属の雑草です。大犬のふぐりには似ていますが、茎が直立しています。それが由来ともなっております。花は相当小さいです。大犬のふぐりは5ミリぐらいありますけれども、立ち犬のふぐりは2ミリから3ミリぐらいしかありません。相当小さいです。花びらは青色です。真ん中がちょっと緑色っぽいですね。大犬のふぐり、そちらの方は結構簡単に見つかると思います。大きな犬の金玉、これ別名がありまして、別名は星の瞳と言います。あららららら、全然違いますね。こちらはロマンチックな名前ですね。犬の金玉だったら星の瞳の方が可愛らしくていいですね。この情報は大切な皆さんと共有してください。この2つの名前を覚えてるとね、ちょっとね、面白がられますね。あなたモテモテね。いい男だね。バーコードの線に細工をすれば値段をごまかせる。商品の上についたバーコードの線が商品名を表しているなら、線を太くしたり細くしたりして安い商品に変えてしまえば値段を安くできそうな気がします。でもそういうことができないようにちゃんといたずら防止策が取ってあるんです。バーコードにはチェックデジットコードといって、
すべての数値を一定の計算式に入れた時の答えがついており、このコードと計算式の答えが一致しなければエラーになってしまうのです。計算式も何種類かありまして、ちょっとやそっとではごまかせないようになっているとのことです。悪知恵を働かそうとした人は残念でした。家で作るシャボン玉はすぐに割れますが、お店のシャボン玉液を買うとなかなか割れません。家でも何かを加えたらこれ良いんでしょうか。シャボン玉液を製造する友田商会福岡市に聞きました。一般に市販のシャボン玉液は洗剤などに含まれる界面活性剤のほかに増粘剤が入っています。粘り気を出すためで、これによりシャボン玉は割れにくくなります。家ではまず洗剤の量を調節し、20から25センチくらいのシャボン玉ができる石鹸水を作ります。増粘剤の代わりにはガムシロップや片栗粉が良いです。ガムシロップ 2cc にお湯 18cc を加えて濃度 10% のシロップ液を作ります。500cc の石鹸水にこの液を 15cc ほど入れましょう。片栗粉もガムシロップと同じ濃度 10% の液にして 500cc の石鹸水に 20cc ほど加えると割れにくくなります。鉢植えに1週間水をやらなくても平気な方法とは。海外に長期旅行をするとき、ペットがいれば動物病院や動物ホテルに預けるという方法もあります。あるいは知人に世話を頼むこともできますよね。ところが案外忘れやすいのが鉢植えの世話です。旅行が1ヶ月以上にわたる場合はやはり誰かに世話を頼んだ方がいいでしょうが、1週間程度の不在なら様々な方法で対応できます。まず出発の前に鉢ごとに水につけて根にたっぷりと水を吸わせておきます。これでもかなりの間植物は枯れずに済みます。それでもまだ心配なら水を吸った水苔を植物の根元に置いておくことです。この時直射日光をできるだけ避けられる場所にしておくと効果的です。乾燥のひどい場所なら鉢皿やバット、洋皿に水を満たし、その中に鉢を浸しておきます。あるいはバケツに水を入れて木綿の布を浸して垂らし、鉢の根元に置くという方法もあります。こうすると徐々にバケツから鉢に水が滴り落ちるので根が腐ることはないです。原因不明の服のシミはこうして落とします。ずいぶん前に服についたシミで今ではどんな原因でついたのかわからなくなっているものがよくあります。油染みか水溶性のシミかわからないと、どんなシミ取り法を使ったらいいのか
わかりませんよね。そこで判別法ですが、まずシミのついた部分に霧吹きで軽く水を吹きつけます。その部分が黒く際立って見えるようなら水溶性のシミです。逆に色があまり変わらないようなシミだったら油性のシミになります。油は水を弾くので色が変わらないわけです。頑固なシミは最初ベンジンにつけた後アルコールにつけます。そして水につけて洗剤で洗ってみます。それでも取れないようならアンモニア水に浸したり酢酸につけたりしてみます。最後は漂白剤を使ってみるといった具合です。